はい、よろしくどうぞお願いします。これからまた私がいつも申し上げてますね、祈りの話をします。エドガー・ケーシーのリーディングは私たちに言ってますね。困ったら祈りがあるじゃないと、こういうことですね。祈りってすごいね。私たち本当にたった今こうして生きてるの、素晴らしい存在として素晴らしい世界に生きてる。これ素晴らしいね、祈りです。これね、私は朝から晩までそうやってます。皆さんにお会いした時に、今もそうですね、第一声一番最初言う言葉が、人間ってみんな素晴らしいんだよ、本当に毎日毎日素晴らしい世界に生きてね、素晴らしい体験してるんだということから始めるんですね。これ祈りなんですよ。私たちが嫌な祈りもすることができるね。この人生ってね、嫌だな、生きてんのね、大変だね、これも祈りだね。さらに皆さん一番大事なところ行きますとね、皆さんの祈りこうなるんですね。神様、何かいいことが起きますように。神様、私を健康にしてください。神様、私がって言って何かをしてくださいくださいって、これ祈りですよね。ということは、私はそういう存在ではない、素晴らしい世界に住んでる素晴らしい存在ではない、面白い世界に住んでる面白い存在ではないという祈りをしていることになる。ですから私は何とかしてくださいとこう祈らないんですね。いつも差し上げる。何度も申し上げますよ。私、神に出会ったら神に愛をいっぱい差し上げる。そして光を見たらね、光いつも見てますけれども、夜の電気も光もそうです。朝の太陽の光もそうですね、夕日もそうですけれども、それから夜ね、飛行機なんかに乗ると東京は光り輝いてますね。そういった光に光をいっぱい差し上げます。これも祈りですね。癖、祈りっていうのはまたある意味で癖なんですね。いつもそうしてるから。で、私の祈りご存知ですね。私は今ここにいながら世界中の人たちの心身を健康にしているぞと言って祈る。こういうことですね。これを朝から晩までやってる。だから祈りで目が覚めて祈りで寝ると、こんな感じになりますね。それでもうご存知です。皆さんに何度も申し上げました、私の基本的な祈り、また皆さん瞑想会で瞑想をやる前もこの祈りを提唱してますね。存在そのものはこういうことですね。知恵と命のことを言ってます。私たちは一つの命、たった一つの命をみんなで生きてる。宇宙は一つの命の働きそのものなんですね。でこれを私は知恵と法則のことを言ってる。慈しみ、愛のことを言ってますね。知恵と慈しみの生き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 した、これほら知恵と慈しみに乗っかってるんです。知恵と慈しみと一緒になって踊ってるんですね。生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る今の働きというんですね。これ今っていう強調したんですけどね。今の働き、今っていうのが知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなの体験を作る、これが今、命のことを言ってます。意識のことを言ってますね。今の働きの私は通り道なんです。ですから祈らないではいられない。要するに知恵と慈しみの生き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 した私たちみんなのこれからの体験を作る働きに、ほらこうやって私を通して働くようにしてるんですね。ですから祈りも差し上げますって言ったけど、これほら私を通して差し上げてます。それから皆さんのお役に立つっても
もちろん私皆さんのお役に立つことしてますけれども、それ以上に朝から晩まで命意識が私を通してお役に立っているというのを感じるんです。感じている。これを英語で言うと水路、チャネルっていうんですね。チャネルですから、私はチャネラー、皆さんもチャネラーですよ。通せばいいんですね。それでその通すのを邪魔するのが私たちの考えなんですよね。もちろん火星もします。火星もしますけど、多くの場合邪魔してしまう。で、私はあんまり考えない。これも言いましたね。私たちは考えすぎる人っていうのは頸椎の1番と2番ここですよ。頸椎と1番2番が凝るんですよね。頭痛いとかね、いい思いがしてないとかね、肩が凝ると頸椎の1番2番硬くなってるからですね。ここを緩めればいい。緩めればいい。これ緩めるためにはもう皆さん見てますね。私顎を引かないでしょ。考える人っていうのはこうやって考えるんでしょうね。私はあんまり考えないから全然考えないんじゃないんですよ。考える時もこうしてるんです。もうね、素晴らしいこと起きてるんだ。素晴らしいアイデアが私を通してやってくるんだ。こういう感じで考えてる。ですからこの前もパトカーに止められましたよ。夜歩いてたら。私の方はところは森林地帯ですよね。パトカーに止められましたね。あなた元気に歩いてますねってこうやってまず褒められたかな。褒められてね、何をしてるんですかってこう言ったから、はい、私はね、森林を祝福してますってこう言ったんですけどね。要するに闇とか森林をこう祝福しながら歩いてるから、パトカーでこう来て、私の見て、私を止めてわざわざ聞きましたよ。おまわりさんが窓開けて「あなたここで何してらっしゃるんですか?」って言ってねまあね、嬉しいですよね。こういう時に止められるの嬉しい。はい祝福してますってこういうことですね。でおまわりさんと10分ぐらい話しました。人間って素晴らしいんですよって言って。それでね、今申し上げたように知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る今の働き、私は今の通り道なんですね。で、私が皆さんに申し上げる時に今までも何度も申し上げましたよ。一日に何回も申し上げてますね。人々に祝福しましょうよって言うんですね。健康になるってことは祝福してるということですね。あるいはもう一言、お役に立っているっていうのが健康の一番のもとかな。もう一言言うと、人間は人間だけじゃない、命が存在しているというのは全部、動物たちも植物たちも全部存在そのものはお役に立つために存在してますよね。で、お役に立つというのは何かをしなければいけないという必要が実はないんです。お役に立ってるってどんな感じかなと感じるのが感じているのがお役に立っているということですね。私はいつも朝から晩まで世界中の人たちの心身を健康にしてるから、当然お役に立ってるってどんな感じかなと感じているの。はい、コツ言いますね。頸椎の一番ここゆらゆらって揺らする。で、頸椎の4番こういうふうにこう揺らすの。はい、胸椎の5番、これ眼中というねツボ、乳頭を結んだ線の中心にあるところですね。ここのとこほらこうやって、それで足の指先でこうやって喜んで、これ祝福だね。で実はあるいはこれでお役に立っている人々のですから、私は朝から晩までこうして体全体を動かして祝福の通り道にしてる。でそれが私のお役に立っているということです。で私は朝から晩まで毎日人々のお役に立っているので、病気をしない、
病気にならない、これが人生かな。面白いねって言うんですよね。面白いね。こう今もカメラの前にいるんで面白いねって言ってこの程度でこうやめたんですけど、実はこう飛び上がって喜ぶんですね。ターンで飛び上がって、子供がいつもやってないキャーってぴょんぴょん飛んで喜ばないということを私は実際にやっている。これが私の人生ですね。ですから祈りっていうのはそのこと、人のお役に立つっていうのはそのこと、健康に生活できるっていうのはそのことかな。でもちろん人のお役に立つために何かいろんなことをなさるの、これもお役に立つ、見事にお役に立つです。大事なことです。でもお役に立っていると感じる方がお役に立っている、本当にお役に立っているということでしょうね。慶始65年やって今ハッピーお役に立ってます。